宇宙旅行の現状を話すと、まず思い浮かぶのは、国際宇宙ステーション ISS への旅ですよね。今の宇宙旅行って基本的には ISS へのミッションが中心で、宇宙飛行士たちが科学実験や地球の環境監視をしているところです。でも、それだけじゃなくて、宇宙旅行の世界は今、めちゃくちゃ変わりつつあるんです。最近では、スペース X やブルーオリジンといった民間企業が、宇宙旅行の分野にどんどん参入してきていて、宇宙観光の実現に向けて本気で動いています。これらの企業が開発している再利用が可能なロケットは、宇宙旅行のコストをぐっと下げる可能性を秘めているんです。いつか私たちみたいな一般の人も手軽に宇宙体験ができるようになるかもしれません。宇宙旅行の技術革新は私たちの生活にも直接的な影響を与えます。例えば宇宙での研究から得られた情報は、地球での医療技術の発展や新しい科学技術の進歩に役立っています。また、宇宙から地球を見ることで、地球環境への意識が変わるかもしれません。地球の外から見た青い地球は、地球環境の大切さを改めて実感させてくれるはず。でも、宇宙旅行ってまだまだ挑戦の連続です。宇宙船の危険や微小重力環境が人体に与える影響、心理的なストレスなど、宇宙での生活には解決すべき課題がたくさんあります。これらの課題をクリアして、もっと安全で快適な宇宙旅行を実現するためには、まだまだ研究や技術開発が必要です。未来の宇宙旅行は、これらの課題を乗り越えて、宇宙の新しい魅力を私たちに提供することになると思います。宇宙旅行がもっと身近になれば、私たちの生活や文化、社会にも大きな変化が生まれるでしょう。技術的な進歩と私たちの夢が融合する宇宙旅行は、宇宙の未来への大きな一歩となり、私たちの生活に新しい風を吹き込むはずです。宇宙旅行の現状は、まさに新しい時代の幕開け。これから先、宇宙旅行がどんな発展を遂げるのか、私たちはワクワクしながら見守ることができます。宇宙への旅はもう夢や映画だけの話じゃなくて、現実になりつつあります。宇宙旅行に関する今後の動向が、これからの私たちの生活や夢にどんな影響を与えるのか、考えるだけでワクワクしますよね。そして、月への旅について話すなら、まずは月ってどんなところ？地球から見える美しい月ですが、実際には無重力の空間で、厳しい環境が広がっているんです。でも、そんな月への旅は、人類にとって永遠の夢であり、宇宙探査の大きな一歩です。昔を振り返ると、1969年にアポロ11号が月面着陸した時、本当に歴史的な瞬間でした。アームストロング船長が、これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては巨大な飛躍だ。といった言葉、有名ですよね。それから何十年も経った今、私たちは再び月への旅を目指しています。今、NASA が進めているアルテミス計画が注目されていて、2020年代半ばに再び人間を月に送る予定です。すごいのは、この計画で初めて女性宇宙飛行士が月面を歩くってこと。女性としてはすごく誇らしいし、ワクワクしますよね。月への旅には科学的な意味も大きく、月の地質や水の存在を調査することで、地球や太陽系の起源についての手がかりを得ることができます。さらに、月面基地の建設や宇宙資源の利用など、未来の宇宙活動に向けた重要なステップになります。でも、月への旅にはいくつかの大きな課題もあります。例えば、長期間の宇宙滞在が人体に与える影響や、厳しい環境での生活サポートシステムの構築など、科学者たちが解決しなければならない問題がたくさんあります。月への旅はまた、私たちにとって新しい視点を提供します。
宇宙から見る地球はとても小さく、か弱く、美しいです。外から地球を見ることで、私たちの住む星の大切さを改めて感じることができるんです。そして、月への旅は女性にとっても特別な意味を持ちます。女性宇宙飛行士が月面を歩くことは、女性の科学技術分野への参加と成果を象徴しています。これは女性だけでなく、多様性と包摂性を重視するすべての人にとっての大きな進歩です。しかし、こうした進展には、地球の環境保護や持続可能な宇宙開発という側面も考慮する必要があります。宇宙開発は地球環境への影響を最小限に抑え、持続可能な方法で行うべきです。月への旅は私たちの夢と探求心をかきたてるものです。地球から遠く離れた場所に挑戦することで、私たちは新しいことを学び、成長することができます。月への旅は人類の可能性を広げ、未来に向けて大きな一歩を踏み出す機会です。宇宙旅行の未来はまさに夢のようで、私たち一人一人にとっても新しい発見と驚きに満ちた冒険です。月への旅がどのように進化し、私たちの理解を深めてくれるのか、期待していても良いでしょう。宇宙への一歩は、私たちの地球という家をもっと愛するきっかけにもなるはずです。次に思い浮かぶのは火星探査です。火星探査ってまるで SF 映画みたいな話ですが、実際に今、すごく現実的なものになってきています。火星は地球から見ると赤く輝く不思議な惑星。でも、その赤い惑星には地球外での生命の可能性や人類の新たな居住地としての魅力が詰まっているんです。NASA や他の宇宙機関は火星への有人探査ミッションを計画していて、私たちはその実現に向けて大きな一歩を踏み出しているんです。例えば NASA のパーサビアランスという探査車は火星の地表で様々な研究をしています。火星の岩石や土壌を調べたり、昔火星に生命が存在したかもしれない証拠を探しています。これらの研究から得られる情報は、火星の環境や地球外生命の存在についての私たちの理解を大きく深めることになるでしょう。さらに火星への有人探査も進行中です。イーロン・マスク率いるスペース X は2030年代に人類を火星に送ることを目標に掲げています。これが実現すれば人類の火星への長期滞在やさらなる探査が可能になります。火星での生活には重力や気候など様々な課題がありますが、これらを解決することで人類の宇宙における生存権が拡大するんです。火星探査の魅力は新しい発見と冒険に満ちています。火星の探査が進むにつれて宇宙の神秘に少しずつ近づき、地球外の生命や宇宙の歴史についての新しい発見が期待できます。火星には私たちの想像を超える驚きや可能性が隠されているかもしれません。また、火星探査は地球の未来にも影響を与えます。火星での生活に必要な技術や知識は、地球での環境問題や資源問題の解決にも役立つかもしれません。地球と火星、両方の惑星を理解し、守ることが私たちの未来にとって重要なのです。火星探査はまさに夢のような冒険。月への旅がどのように進化するかと同じくらい、火星探査の未来にもワクワクします。この先、宇宙への旅は私たちの地球という家をもっと愛するきっかけにとどまらず、私たちの宇宙に対する理解を深め、新たな可能性を開く素晴らしい旅なんです。よって、これからの火星探査の進展に期待していても良いでしょう。誰もが夢見る宇宙旅行の未来は、きっと私たち一人一人にとって、新しい発見と驚きに満ちた冒険になるはずです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。